実験科学はすべての問いに答えられるか。科学の限界と存在の問い、物理学や科学などの実験科学は人間が抱くすべての問いに答えることができるのでしょうか。答え、いいえ、決してそうではありません。実験科学は現世的な問いに答えることには非常に長けています。例えば、医薬品、飛行機、新幹線など、私たちに物質的に必要なものを提供する能力は卓越しています。しかし、人間にとって、最も重要で切実な問いに対しては、実験科学は何の答えも持っていません。実験科学は、私たちはなぜここにいるのか、死後はどうなるのか、なぜ道徳的、倫理的でなければならないのか、という問いの答えを知りません。これらの問いに対する答えは、唯一、神への信仰という領域の中にのみ存在するのです。現代の実験科学は今日、技術の頂点に達していますが、人間の魂、精神に対しては何も与えることができません。なぜなら、実験科学の本質とは、単に、どのようにして、How という問いに答えるものだからです。どのようにして食べるのか、どのようにして移動する、旅をするのか、どのようにして病気を治療するのか。このように、実験科学はあくまで、地上、物質世界の問いに対する答えに過ぎません。全能なるアッターがそれを人間に授けられたのは、私たちが物質的に必要なものを手に入れ、活用できるようにするためです。その一方で、なぜ、ホワイという問いはどうでしょうか。なぜ私たちは、の世界に存在しているのか。なぜ道徳的な価値観が存在するのか。生きる意味とは何か。存在の目的とは何か。私たちの最後、行く末はどうなるのか。これらこそが、あらゆる人間を悩ませ、突き動かす最重要の問いですが、科学はこれらの問いに対して一切関与することができません。こうした大いなる、存在論的な問いに対して、科学は完全に沈黙、盲目、するしかないのです。量子学的の生みの親の一人であり、ノーベル物理学賞を受賞したエルヴィン・シュレーディンガーは次のように語っています。もし科学が価値観や偉大な存在論的問い、あるいは意味について分析しようとするならば、私たちはそれを真に受けるのではなく、ただ笑い飛ばすために耳を傾けることになるだろう。つまり、実験科学単体では人間を真に救うことはできないのです。実存主義哲学の創始者の一人である、かつて無神論的傾向にあった哲学者マルティン・ハイデッガーは、科学は私たちを現在の窮状から救うことができるか。人間の喪失感、無意味さ、不条理、そして虚無主義、ニヒリズムから、科学は私たちを救い出せるのか、と問われた際、次のように答えました。ただ神だけが、私たちを救うことができる。Only God can save us。人間の真の意味とは何か。問い、人間が存在することの真の意味とは何でしょうか。答え、人間とは、神アッターによって作られた被造物のことです。そして、神を崇拝、礼拝するために作られた存在です。全能にして思考なるアッターは、聖典クルアーンの中で次のように仰いました。我は人誘拐の存在と人間を、ただ我に仕えさせる、崇拝させるためにのみ作ったのである。ザーリアート章第56節。したがって、あなたは全能なるアッターを崇拝することによって初めて、自らの存在の意味と、生きる究極の目的を知ることができるのです。それゆえに、もし人間が神を拒絶、不信仰、クフル、すれば、自らの存在の意味を見失い、完全な喪失感、無意味さ、そして不条理性への虚しさに苦しむことになります。アッターは聖典クルアーンの中で次のように煽っています。だが、我が訓戒、啓示から背を向ける者には、誠に困窮した、満たされない、生活が待ち受けており、我は審判の日に、彼を盲目の状態で集めるであろう。ター・ハー章第124節。神なき世界では、人間はこの世界において自分が無価値な存在であるかのように感じてしまいます。だからこそ、アッターは聖典クルアーンの中で次のように煽ったのです。自分自身を貶める、愚かにする者を除いて、誰がイブラヒーム、アブラハムの純正な信仰を拒むことができようか。バカラ章第130節。人間は、全能なるアッターの、啓示、ワヒュから遠ざかると、自らの魂を愚弄し、その本当の価値、尊厳がわからなくなってしまいます。つまり、人間は神への絶対的な服従、崇拝、ウブディーヤを通じてのみ、この宇宙における自らの正しい拠り所、居場所と、存在の本質的な価値を知ることができるのです。問い、神への信仰ラー、イラーハ、イッラッター、
アッラーの他に神なしがない世界とは、一体どのような姿になるのでしょうか。答え、神への信仰がなければ、人間は単なる物質的な存在となり、生きる意味も価値もなく生き、そして死んでいくことになります。そこでは、人間と石ころ、無機物や動物との間に何の違いもなくなります。また、誠実さの意味も、善悪の区別も、正誤の判断も完全に失われてしまうでしょう。なぜなら、これらの価値観、意味は、純粋な物質世界や動物の世界にはそもそも存在しないからです。例えば、あなたの後ろにある壁を見てみてください。この壁は善悪の意味を知りませんし、正しさや間違いの区別もつきません。動物たちも同様にこれらの概念を知りません。そして、あなたの脳もまた、周囲の物質世界を形作っているのと同じ、原子から構成されているのです。では、あなたを壁や動物から区別しているものは一体何なのでしょうか。おそらく、あなたは、理性、知性が私を区別しているというかもしれません。しかし、純粋な物質世界において、理性という実体は存在しません。以前詳しく説明したように、人間の身体の中に、理性という独立した臓器は存在しないのです。あなたの頭の中にあるのは、脳であり、それは電気信号と化学物質による単なる神経伝達の仕組みに過ぎません。つまり、世界を物質だけで捉える、唯物論的な世界観に立つ限り、理性も、価値観も、正義や善、道徳も、何一つとして擁護、証明することはできなくなります。あなた自身も、ただ原子が不条理、無意味に結合した塊になってしまうのです。道徳、価値観、理性といった概念は、この物質世界の中には存在しません。それらは大自然の世界、原子の世界、あるいは動物の世界に属するものではなく、唯一、神からの義務への召集、タクリーフ、啓示、ワヒュ、そして、宗教、信仰の世界にのみ属しているのです。したがって、もし人間が宗教から遠ざかり、全能なるアッラーを拒絶、否定するならば、その行動様式は事実上、動物やあるいは物言わぬ無機物、と変わらないものになってしまいます。だからこそ、アッラーは聖典クルアーンの中で次のように煽ったのです。誠に我は、多くの人と人間を地獄のために作り出した。彼らには心、盲目の理性があってもそれによって深く理解せず、目があってもそれによって見ようとせず、耳があってもそれによって聞こうとしない。彼らは、まるで家畜のようであり、いや、それよりもさらに迷いもじている。彼らこそは、全くの無長期、忘却な者たちである。アーラーフ章第179節。人間が自らの内面で感じ取っている、道徳的使命、タクリーフや、理性の本当の意味は、神を信じ、預言者たちを信じ、経典を信じ、そして来世、審判の日を信じることによって初めて理解できるようになります。だからこそ、神への信仰、イーマーンとは、あなたが自らの存在の意味を知り、人生の究極の目的を見出すために、絶対に欠かすことのできない、必然、不可欠な前提なのです。宗教は戦争を引き起こしたのか。一神教の歴史と無神論、唯物論がもたらした惨劇の対比。問い、かつて地球上で繰り広げられた宗教戦争は、本当に宗教そのものが原因だったのでしょうか。答え、人類は数千年もの間、一神教の立法と共に歩んできました。とりわけ、三大アブラハムの宗教、ユダヤ教、キリスト教、イスラームが誕生してからの4000年間、宗教が人類の存続に対する直接的な脅威となったことはありません。むしろ、宗教は信者と無神論者の双方が認める、思考の道徳的価値観を提示し、独自の輝かしい文明の基礎を築いてきました。地球上にあるすべての善、美徳は、これら預言者たちの教えの痕跡であると断言しても過言ではありません。宗教は、道徳心を通じて、人々の心を律することで、裁判所から何万件もの訴訟案件を減らし、何よりも、地球上における、人間の存在目的に対する認知的、行動的、そして価値観的な基盤を確立したのです。また、一神教の立法を受け入れた国々では、現在に至るまで文化的な多様性が保たれており、自分たちとは異なる信仰を持つ人々、異教徒を生存させ、その宗教立法自体に基づいて彼らに保護の傘を提供してきました。その一方で、一部の国家が無神論、宗教否定へと近づいた、わずか1世紀の間に、人類全体が絶滅の危機に瀕したという事実があります。それにもかかわらず、現代の無神論者たちは、
宗教こそが人類にとっての危険であるなどと語っているのです。人類の歴史において、無神論、神の否定ほど危険な思想、アプローチはありません。旧ソ連において無神論者レーニンが引き起こしたコラージュ、ギュラック、強制収容所での大虐殺、ナチスドイツによる特定の民族、人種の根絶、無神論者ポル・ポトによってカンボジアの人口の4分の1が抹殺された大虐殺、無神論者毛沢東の文化大革命によって5200万人の中国人が命を落とした惨劇、そしてヨーロッパに現れた、好戦的無神論者同盟、リーグ・オブ・ミリタント・アテイストが4万2000もの宗教施設、教会やモスクを強制的に閉鎖し、数万人もの信仰者を殺害した事件、これらはすべて、無神論、唯物論が生み出した産物であり、神を否定した結果として生じた必然的な帰結でした。さらに、第一次及び第二次世界大戦は、本質的に、世俗主義、セキュラリズム国家同士の戦争でした。それらの戦争を支配していたのは、人間を単なる物質の塊とみなす無神論的な人種観であり、劣等民族を淘汰するという進化論的、唯物論的な思想でした。その結果、世界人口の約 5% が絶滅させられ、世界大戦は勝者と敗者の双方の文明を3分の1世紀、約30年も後退させたのです。当時、哲学者たちは文明の終焉を封止するために、パリの中心部に小便器を設置したほどでした。無神論的な価値観による戦いは、人類を何度も完全に滅ぼすのに十分な量の核兵器の連鎖、兵器庫を遺産として残しました。20世紀の戦争の歴史を少し読めば、無神論がいかに悲惨な結末をもたらすかがわかります。無神論が人類に残した最悪の遺産とは、次の戦争が起きれば、人類という種そのものが消滅してしまうかもしれないという、文字通りの破滅の恐怖なのです。